皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。5月の連休から体調を崩して YouTube をお休みしていましたが、実はゴールデンウィークの前半に多肉棚を完成させていました。この秋は雨が多く、なかなか作業も進みませんでしたが、雨の合間に時間を見つけて少しずつサンダー掛けをして準備を進めていました。今回はこの 1x4 を使い多肉棚を製作していきます。表面がきれいになりました。この日は朝からお天気が良すぎるほど日差しが強かったんですが、雨の合間に急いで下地を塗ることにしました。以前缶の蓋を開けられず塗料を塗ることができなかったなんてこともありましたが、今回は前日に蓋を開けておいてもらいました。片手でも簡単に開けることができました。下地はローラーを使って塗っていくことにします。トレイにビニールをかけておくと後で洗わなくて済むのでとっても楽でした。ローラーにしっかりと下地剤をなじませておきます。まずは 1x4 の表面と側面に下地剤を塗っていきます。表面が塗り終わったら今度はひっくり返して裏面を塗っていきます。外用の多肉棚のため下地剤は2度塗りすることにしました。作業をしているとなんだか雲行きが怪しくなってきました。これは早く仕上げないとまた一雨来そうです。残り半分、急いで作業を進めます。今回用意した資材は 1x418 本、そのうち4本は154センチにカットしています。その他家にあった角材などを使用していたため、結局用意した 1x4 すべてを使うことはありませんでした。下地剤を塗り終える頃にはすっかり日も傾いていましたが、この日なんとかすべて下地剤を2度塗りすることができました。今回使ったペンキは以前も作業台などに使ったナフコのオリジナルブランドのペンキを使用しています。そして統一感を持たせるためにカラーも以前使用したミルクホワイトを選んでいます。ちなみにこのペンキ、艶消しタイプです。下地剤同様に今回もローラーを使ってペンキを塗っていきます。この日はお天気も良く、ペンキがすぐに乾いてくれるのは良かったんですが、白いペンキは塗っていると目がチカチカして
何回か休憩を挟みながらペンキを塗っていきました。ホワイト系のペンキを塗るときは目の負担を考えると、やはり曇り空の時に塗った方が安心ですね。やはりハケで塗るよりもローラーを使うことでムラなくきれいに仕上がります。表面が塗り終えたら、今度はひっくり返して裏面を塗っていきます。はじめに塗ったペンキはすでに乾いています。すべての資材に色を塗り終える頃には目がしばしばして大変なことになっていました。ようやくペンキの二度塗りも終えて、乾くまでしばらくこのまま放置です。色を塗り終えたら、今度はいよいよ組み立て作業です。角材と 1x4 では木材の硬さが違うため、私の力では木材と木材の間に隙間ができてしまう恐れがあるので、ここはクランプでしっかり留めて、下穴を開けてからビスで留めていきます。そうそう、今回作っている棚の大きさは、縦は154センチ、横は 1x4 の長さいっぱいにとっています。そして棚と棚の間は40センチです。棚の幅も40センチにしてあります。本当は40センチよりももう少し広めに多肉棚の幅を取りたかったんですが、玄関横に置くため40センチ以上になると玄関の扉が開かなくなってしまうので、仕方なくといった感じで多肉棚の幅は40センチになりました。今組み立てているのは両サイドの足部分になります。これと同じものを2つ作っていきます。外で一人作業をしていると、お隣さんが出てきて作業を手伝ってくれました。そして仕事から戻った旦那も一緒に手伝ってくれたため、あっという間に多肉棚が完成してしまいました。この日は夕方から雨ということで、急いで作ったため、せっかくお隣さんがお手伝いしてくれていたのに、動画を撮るのを忘れていたんです。
完成した多肉棚がこちらです。屋根まで取り付け完了で、この屋根に使っている透明の波板はポリカナミの熱線をカットしてくれる波板になります。この波板を多肉棚の幅に合わせてカットして、長さはそのままの長さで使用しています。これで雨が降っても大丈夫。とりあえず多肉棚に多肉を移動させ、しばらくすると雨が降ってきました。翌日、庭に出てみると、多肉棚に置いてある多肉たちには雨がかかっていなくて一安心。今年の春は思いのほか雨の日が続き、なかなか作業が進まずに、初めのサンダー掛けから完成まで1ヶ月ほどかかってしまいました。ごちゃついていた玄関横も多肉棚を置くことで統一感が出てすっきりしました。はい、ということで今回は多肉棚を作っていきましたが、いかがでしたでしょうか。作る詐欺でかれこれ1年ちょっとも経ってしまいましたが、やっと多肉棚が完成して、これから少しずつ置く多肉も移動させて自分の庭を作っていきたいと思っています。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。